この本は頑張らなくても前に進める理由を教えてくれます。私たちの行動の多くは自分でこうしているようで、実は無意識で決まっています。うまくいかないとき、自分を責めてしまう人にこの本は優しく寄り添います。安心すると人は自然に動けます。その仕組みを小学生でもわかる言葉で丁寧に教えてくれる一冊です。続きでは無意識を味方にする大切な考え方を3つに分けてゆっくりお話しします。この本を読むとあなたの毎日の選択が変わります。この一言から今日の話を始めます。今回ご紹介する本は 97% は無意識、すべてがうまくいく脳の使い方です。著者は北野先生です。この本は自己啓発の本です。そして脳の使い方を優しく教える本です。私たちは毎日たくさん考えているようで、実はほとんどを無意識で決めています。朝起きる時間や人にかける言葉、仕事への向き合い方も知らないうちに決まっています。でもうまくいかないとき、自分を責めてしまう人も多いです。この本はそんな悩みにそっと寄り添います。頑張り方を変えなくても考え方を少し知るだけで毎日が楽になることを伝えています。難しい知識は出てきません。小学生でもわかる言葉で脳の仕組みを説明しています。この動画ではこの本の大切なポイントを3つに分けて紹介します。聞き終わる頃には気持ちが少し軽くなっているはずです。この本は私たちの行動のほとんどが無意識で決まっているという考えから始まります。タイトルにある 97% とは脳が自動で動いている割合です。私たちは自分で考えているつもりでも多くのことを知らないうちに脳に任せています。本書の目的はこの無意識の力を味方につけることです。努力や根性ではなく脳の仕組みを知ることで毎日を楽に進める方法を伝えています。本の中では脳を2つに分けて説明しています。一つは考える脳です。もう一つは感じて動く脳です。後者が無意識の脳です。この無意識の脳はとても力が強く、習慣や感情を決めています。だからこそ無意識の扱い方を知ると行動が自然に変わります。本書は難しい専門用語を使わず、例え話を多く使います。そのため内容がはっきり想像できます。読み進めると自分の行動や気持ちがなぜそうなるのか少しずつ分かってきます。この本を読むことで頑張らなくても前に進める理由が分かるようになります。一つ目のポイントは無意識はとても正直だということです。この本では人は言葉よりも先に無意識で反応すると伝えています。頭ではやった方がいいと分かっていても体が動かないことがあります。それは意志が弱いからではなく無意識が止まっているからです。例えばやらなければならないと思うことほど体が重くなります。これは無意識が負担や不安を感じ取っているからです。無意識は私たちを守ろうとして安全な方や楽な方を選びます。だから気合や根性だけで動こうとすると長くは続きません。本の中では無意識は子供のような存在だと表現されています。強く命令されると嫌だと感じ反発してしまいます。しかし安心できると自分から動こうとします。そのため自分を責めるよりも優しい言葉をかけることが大切だと書かれています。失敗しても大丈夫、少しずつでいい、そんな言葉が無意識を落ち着かせます。無意識が落ち着くと
行動へのハードルが下がります。すると自然に一歩を踏み出せます。無意識は決して怠け者ではありません。正しく向き合えば力強い味方になります。この考え方を知るだけで行動への不安が和らぎ、毎日が少し楽になります。2つ目のポイントは、無意識は繰り返しで育つということです。この本では、脳は一度の大きな努力よりも小さな繰り返しを大切にすると伝えています。無意識の脳は毎日の行動を見て、これは大事だと判断します。例えば、3日だけ頑張るより1分でもいいので、毎日続ける方が無意識に残ります。無意識は回数が多いことを正解だと覚えていきます。そのため、完璧を目指すと無意識は重たいと感じます。すると、やめたい気持ちが強くなります。本の中ではハードルをできるだけ下げることが勧められています。これだけでいい、そう決めることで無意識は安心します。安心すると動くことへの抵抗が減ります。すると気づかないうちに行動が習慣になります。習慣になると頑張っている感覚が少なくなります。それでも前に進めている状態が作られます。無意識は変化が苦手です。でも同じことの繰り返しにはとても強いです。この性質を知ると続かない自分を責めなくなります。続けやすい形を作ることが大切だと分かってきます。このポイントは毎日を安定させる大きなヒントになります。3つ目のポイントは、無意識はイメージに強く反応するということです。この本では、脳は言葉の説明よりも頭に浮かぶ映像を大切にすると伝えています。無意識の脳は現実と想像の区別があまり得意ではありません。そのため、強く思い浮かべたことを本当の出来事のように受け取ります。例えば、うまくいかない場面を何度も想像すると、無意識は危険だと判断します。すると、行動する前から不安が大きくなります。反対に、うまくいっている場面を優しく想像すると、無意識は安心します。安心すると、行動への抵抗が小さくなります。本の中では、できた場面を先に思い浮かべることが勧められています。大きな成功でなくても、少しできた姿で構わないと書かれています。例えば、落ち着いて話している自分や、終わった後にほっとしている自分です。こうしたイメージは無意識に前向きな合図を送ります。すると脳はその状態に近づこうと自然に動きます。無意識は現実を変える前に心の準備を整えてくれます。イメージを使うことで無理なく行動しやすくなります。このポイントは不安を減らし、一歩を踏み出すための大切な考え方です。この本の中でとても印象に残る考え方があります。それは、無意識は言われたことよりも感じたことを大切にするという話です。本の中では、自分を変えようとして強く決意するほどうまくいかなくなる場面が紹介されています。例えば、もう失敗しないと強く言い聞かせた人がかえって緊張して同じ失敗を繰り返してしまいます。これは無意識が責められていると感じてしまうからです。無意識は安心できない状態では力を出せません。そこで本書では、気合を足すより安心を増やすことが大切だと伝えています。ここで出てくる印象的な表現に、頑張る前にまず安心するという考えがあります。この言葉はとても優しいのにとても強いです。私たちはうまくいかない時ほど自分に厳しくなります。もっとやれ、ちゃんとしろ、そう言い続けると心は緊張します。
すると無意識は危険だと感じて体を止めます。だから前に進みたいのに動けない状態になります。本の中では結果よりも先に気持ちを整えることが勧められています。うまくやろうではなく、落ち着いてやろうと考えるだけで無意識の反応が変わると書かれています。また、できなかった自分にどんな声をかけるかも大事だと出てきます。なんでできないのではなく、今日はここまでできたと伝えると無意識は安心します。安心すると次の行動への準備が静かに整います。この章のメッセージは、急いで変わるよりも安心して続けることです。無意識は静かな応援があると少しずつ力を出します。この考え方は、失敗が怖い人や自信が持てない人の心をそっと緩めてくれます。自分を追い立てるのではなく、自分を守りながら進む、その道を示してくれる印象的な話です。この本の内容は毎日の生活の中ですぐに使えます。例えば、朝起きるのが辛い、そんな場面でも役立ちます。早く起きなきゃと強く思うほど体は重くなります。これは無意識が負担を感じているからです。そんな時は5分だけ起きようと声をかけます。すると無意識は安心します。安心すると体が少し動きます。この本の内容は仕事のような場面でも役立ちます。会議や発表の前に不安が強くなる人もいます。その時、失敗しないようにと自分を追い込むと緊張が高まります。本書では、うまく話すよりも落ち着くことを大切にしています。全部伝えようではなく、一つ伝えようと考えるだけで無意識は落ち着きます。人間関係でもこの考え方は使えます。相手の反応が気になり、言葉が出なくなる時あります。そんな時も自分を責めず、安心できる言葉を心の中でかけます。そのままでいい、今日は聞くだけでいい、そう思うことで無意識は守られていると感じます。すると自然な表情や言葉が出てきます。この本の内容は、続けることが苦手な勉強のような場面でも役立ちます。一気にやろうとせず、一問だけ、一項だけと決めることがポイントです。無意識は小さな成功を積み重ねることで前に進みます。この本は頑張り方を教える本ではありません。安心しながら進む方法を教えてくれます。そのため、毎日の中で無理なく使い続けることができます。まとめです。ここまで 97% は無意識、すべてがうまくいく脳の使い方についてお話ししてきました。この本が伝えているのは、頑張り続けることよりも安心しながら進むことの大切さです。私たちの行動の多くは自分でこうしているようで、実は無意識によって決められています。だからこそ、自分を責めるより無意識を味方にすることが大きなポイントになります。無意識は命令されると止まり、安心すると動きます。優しい言葉や小さな行動が毎日の選択を少しずつ変えてくれます。完璧でなくても少しずつでいいとこの本は教えてくれます。それだけで心が軽くなり、前に進みやすくなります。もし今うまくいかない自分を責めているなら、この本はそっと寄り添ってくれます。頑張れない日があっても、止まってしまう日があっても大丈夫だと優しく教えてくれます。無意識を知ることは自分を知ることです。自分を知ると毎日の選択が少し優しくなります。自分にかける言葉も行動の始め方も変わっていきます。その変化はとても静かですが確かなものです。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。